おはようございます。桜井です。ついにビットコインが国家の戦略資産になるかもしれません。アメリカのトランプ政権がビットコインの国家備蓄を発表する可能性があるというニュースが飛び込んできました。もしこれが本当なら、ビットコイン市場にとってこれまでにない大きな転換点になるかもしれません。この発表を受けてビットコインの価格は上昇、機関投資家の関心もさらに高まっています。市場はどう動くのか、そして今が投資のチャンスなのか、それとも慎重に様子を見るべきなのか、今回はこのニュースの真相と、それが仮想通貨市場全体に与える影響を分析していきます。さらに、イーサリアムやソラナといった他の主要暗号資産にも注目。これからどの通貨が成長するのか、投資戦略をどう考えるべきなのかも掘り下げていきます。ぜひ最後まで見て参考にされてください。それでは内容に入っていきたいと思います。まず、今回のニュースの核心から見ていきましょう。トランプ政権はホワイトハウスで開催されるデジタル資産サミットで国家戦略的ビットコイン備蓄の創設を発表する可能性があると報じられています。この発表を受けてビットコインの価格は急上昇、市場全体に大きな影響を与えています。実際に機関投資家もこの動きを注視しています。ビットコインが国家の戦略的資産として位置づけられれば、規制の枠組みが明確になり、機関投資家の参入が加速する可能性が高いです。特にビットコイン ETF の拡大や企業・政府による保有が進めば、市場の安定性が増し、価格がさらに押し上げられることも考えられます。ただし注意するべき点もあります。これはあくまで発表予定の段階であり、具体的な方針や導入時期はまだ不明です。さらにこれが本当に市場の長期的な成長につながるのか、それとも一時的な話題で終わるのか、慎重に見極める必要があります。とはいえ、すでに市場では反応があります。ビットコインだけではなく、イーサリアムやソラナなどの主要暗号資産にも影響が出ているため、それぞれの動きを分析していきましょう。はい。では今回のニュースを受けて仮想通貨市場全体が活発になっています。特にビットコイン、イーサリアム、ソラナの動きに注目が集まっています。では、それぞれの通貨が今どんな状況にあるのか、そしてこれからの投資戦略をどう考えるべきなのか見ていきましょう。まず、ビットコインですけれども、トランプ政権の発表が本当に実現すれば、ビットコインは国家レベルの資産としての地位を確立することになります。これは金と同じように政府がビットコインを準備資産として保有する未来を意味するかもしれません。もしそうなれば、機関投資家の資金流入が加速し、長期的な上昇トレンドにつながる可能性があります。しかし、もしこの発表が政治的なパフォーマンスに過ぎなかった場合、期待先行で買われたビットコインが短期的に下落するリスクもあります。次にイーサリアムです。最近大規模な購入が確認されていて、ある匿名の投資家グループが1700万ドル以上のイーサを買い増ししたことが話題になっています。これは機関投資家がイーサリアムの将来に自信を持っているサインかもしれません。ただし、現在の市場環境ではビットコインの影響を受けやすく、短期的な値動きには注意が必要です。そしてソラナ、ここ数年イーサリアムのライバルとして成長を続けていて、特に取引速度と手数料の安さが評価されています。最近のレポートでは、ソラナの市場パフォーマンスがイーサリアムを上回っているという指摘もあり、長期投資の選択肢として有力視されています。結論としては、今回の発表が市場に与える影響は非常に大きく、投資家としては短期的なボラティリティに注意しながらも、長期的なトレンドを見極めることが重要です。では、仮想通貨市場全体に影響を与える次世代のブロックチェーンインフラ W0、こちらについても見ていきましょう。はい。では今回のニュースでビットコインやイーサリアムの動向に注目が集まっているんですけれども、仮想通貨市場の未来を考える上で新しい技術の進化も見逃せません。その中でも W0 という次世代のブロックチェーンインフラが話題になっています。このプロジェクトはブロックチェーン専用の新しいインターネットを作ることを目指していて、ソラナコミュニティを中心に注目されています。では W0 とは一体何なのか。簡単に言うと、従来のインターネットではなく、
ブロックチェーンに特化した新しい通信ネットワークです。現在、ビットコインやイーサリアムをはじめ、多くのブロックチェーンは既存のインターネットを利用してデータをやり取りしています。しかし、これは速度の遅さやコストの高さ、セキュリティリスクなどの課題があります。00は独自のファイバーネットワークを構築し、ブロックチェーンの通信を最適化することで、これらの課題を解決しようとしています。最近このプロジェクトは2800万ドルの資金調達を実施し、企業評価が4億ドルに達したと報じられています。これによりテストネットが開始され、今後の本格的な運用に向けた準備が進んでいます。もしこの技術が普及すれば、ブロックチェーンの取引速度が向上し、コストが削減される可能性が高いです。つまり仮想通貨市場全体にとってもプラスの影響を与える可能性があるということになります。とはいえ、まだ開発の初期段階であり、実際にどれだけの影響を与えていくのか、こちらに関しては未知数です。今後の動向に注目しながら、長期的な投資の選択肢として00。これはね、覚えておいてもいいかもしれません。では、今回のニュースを受けて、仮想通貨市場の将来性についていろいろと考えてきましたが、実際に投資をするなら、どこでどう取引するのか、こちらも重要になります。そこで暗号資産投資の初心者の方や相場の変動に強い取引をしたい方におすすめなのがみんなのコインです。みんなのコインなら少額からの取引が可能で相場が下がる時も売りから入れるので今後の価格動向に関わらずチャンスを狙うことができます。さらにハッキングのリスクがなく安心して取引できる仕組みとなっています。興味がある方は概要欄のリンクからみんなのコインの公式ページをチェックされてみてください。では今日の内容をまとめていきましょう。はい。では今回はトランプ政権のビットコイン備蓄構想が市場に与える影響について見てきました。もし本当に実現すれば、ビットコインは国家レベルの戦略資産としての地位を確立し、機関投資家の資金流入が加速する可能性があります。一方で、発表が単なるパフォーマンスに終わる可能性もあり、市場の反応を慎重に見極める必要があります。また、ビットコインだけではなく、イーサリアムやソラナの動向も重要です。機関投資家の資金流入が続くイーサリアムとイーサリアムのライバルとして注目を集めるソラナ、それぞれの成長戦略をしっかりとチェックしていくということが重要になります。さらに今回紹介した00のような新技術、こちらも市場のインフラを大きく変える可能性があります。もしブロックチェーン専用のネットワークが普及すれば、仮想通貨市場全体の取引速度やコストに革命が起きるかもしれません。では最後に皆さんに質問です。今回のトランプ政権の発表、ビットコインにとってプラスだと思いますか？それとも慎重に見るべきだと思いますか？また今後最も成長すると思う仮想通貨は何だと思いますか？僕個人としては今回のトランプ政権の発表なんですけれども賛否両論が起きそうなのでしばらく様子見かなと思っています。そして僕自身がやはり一番注目するのはドージコインですね。ドージコインが今後一番成長するんじゃないかなと個人的には思っていますので引き続き情報を追って YouTube でもお届けしていきたいと思いますけれども皆さんはどう考えるでしょうか？ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。はい。ということで本日の内容は以上となっております。ここで重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際にはしっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では、今後も暗号資産の海外での最新情報っていうのをお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、最後にお知らせがあります。暗号資産に関して情報交換できるオープンチャットを用意
載しております。このオープンチャットでは暗号資産に関していろいろと情報交換できるコミュニティの場となっていますので、興味がある方は参加されてみてください。参加費用は無料です。参加方法ですが、概要欄に公式 LINE を用意していますので、そちらより登録してもらうと自動返信チャットにてオープンチャットのリンクを記載しています。そちらから参加されてください。では今日も最後までご視聴していただきありがとうございました。